春雨物語。偽の絵にし。山城の高槻の木の葉も散り果てて、山里はひときわ寒く心寂しい。小曽部というところに先祖代々引き継がれてきた農家があった。山や田を多く持ち、毎年豊作、凶作にも嘆くことはなく、家は豊かで、主人は本を読むことに夢中で、友を求めることもなく、夜には窓に灯火を掲げて、読書にふけっていた。母が、もう寝なさい。金はとっくになりましたよ。夜中を過ぎて本を読めば、心が疲れて、しまいには病気になってしまうと、私の父親もおっしゃっていましたよ。好きなことについては、自分でも思いが足らなくなってしまうものです。と、いさめられて、自分の身を案じてくれることをありがたいと思い、夜の10時過ぎには寝床につくよう心がけていたが、ある夜のこと、雨が降って日が暮れてから物音一つしない。今宵は母の忠告も聞かず、夜中の2時頃になっただろうか。雨は上がって風もない。月も出てきて窓を明るく照らしている。歌でも読みたいと墨をすって筆を取り、今宵の情景にやっと一肉思い浮かんで、あれこれ考えていると、虫の鳴き声だとばかり思っていた音が、時々鐘の音に聞こえてくる。今思えば、毎晩そうであったと思い直したのは不思議なことである。庭に降りてあちこち見回して音を頼りに探していくと、いつも草も刈らない隅っこの石の下から聞こえてくる。翌朝主人は下男を呼んで、ここを掘ってくれと言って掘らせてみると、1メートルほど掘ったところで大きな石に当たりついた。石をどけてさらに掘り進めると、またその下に石の蓋をした棺が出てきた。蓋を取って中を見てみれば、何かが手に金を持って、時々それを打っている。人のようでもない。カラザケという魚の干物のように、痩せ細り、干からびている。髪の毛は膝まで伸びていた。下男に棺から取り出させると、ただ軽く、汚らしくもない。と下男は言った。そうこうしている間にも、鐘を打つ手ばかりは変わらずに動いている。これは仏の教えの禅定というものか。後の世で悟りを得て成仏しようとした行いであろう。先祖がこの地に住んでおよそ10代になるが、それよりも昔のことであろう。魂は願いのままに成仏し、吐く肉体の念だけがこのようにここに留まったのだろう。
手だけは依然動かし続けている。なんという執念か。とにかく蘇らせてみよう。と言って家に入れ、物の端に食いつかせるな。と言って暖かい着物を着せ、唇に時々湯水を吸わせると、ようやくこれを吸っているようである。こうなっては女子供は恐ろしがって近寄ろうとしない。主人は自らこれを大事に世話をしたので、母も水を注ぐたびに念仏を怠りなく唱えていた。50日ほどが経つと、体のここかしこが潤ってきて、体さえ暖かくなってきた。そうであったか、と一層熱心に介抱すると、目が開いた。しかし、物がはっきりとは見えていないようである。重湯や薄い粥を口に注ぎ入れると、シダを出して味わう様子は、普通の人と変わらない。肌や肉も整ってきて、手足も動き、耳も聞こえるようだ。風が寒いのか、裸なのを嫌がっている様子で、ボロの冬着を着せると、手で抱き寄せて嬉しげである。物も食べるようになった。奉仕であるから魚は食わせなかったが、この男はむしろ食べたそうにするので、与えてみれば骨まで食い尽くしてしまった。そうして蘇ったので、あれこれと尋ねてみるが、何も覚えていないという。ここの土の下に入ったことくらいは覚えているだろう。名は何という奉仕なのかと尋ねてみても、全くわからないと言うばかりである。もう何を尋ねても無駄なものであるので、庭を吐かせ、水まきをさせて養うが、これらは自分の仕事として怠らなかった。さて、仏の教えとは、中身のないことばかりである。この土の下に入って鐘を鳴らすこと、およそ104年、何の霊言もなく、体だけがとどまるとは、呆れてものも言えない。母は逆に覚悟を決めて、長い年月、大事なことと思い、子供のお金を使ってお布施を怠らずに励んできたのは、狐や狸に化かされたようなものだ、と言って、物知りな息子に聞いて、墓参りのほかは野山で遊び、嫁、孫、子に手を引かれて楽しく暮らした。親戚ともよく交流するようになり、召し使う者たちにも心をかけて、折々に施しをした。尊いと思って聞いていたことも忘れて、心静かに暮らせるのが嬉しい。と、時々人に語っては満足げである。この掘り出させた男は、時々腹を立てて、目を怒らせて物を言う。情に入ったものということで、入城の丈助と呼んで、5年ほどここにいたが、この里の貧しい御家のところへ婿入りしていった。年がいくつなのか自分でもわからなくても、男女の交わりはするのである。
やれやれ、成仏するための善行も、霊言がないことを目の当たりに見てしまったと言って、里中、また隣の里里までも噂になってしまったので、法師は怒って、偽りのことだと反論して説法したが、聞く人は次第に少なくなっていった。また、この里の長の母が80まで生きて、今は重い病に侵されて死んでしまおうという時に医者に語っていった。この年になり、ようやく思い知りましたが、いつ死んでしまうかもわかりません。お薬で今まで生きられただけです。あなたがお元気な間は、どうか続けて家へおいでください。息子は60近くになりますが、まだまだ幼い心立ちで心配するばかりです。時々意見をいただき、家を衰えさせるなとご教示ください。という。息子の里長は、白髪も生えてきて賢くこそありませんが、私を幼いと言って心配いただいて、かたじけなく思っております。よくよく家業に努めようと思います。どうか念仏を唱えて、静かにご臨終をお迎えくださることこそを願っております。というと、母は、あれをお聞きください。あのように愚かなのです。仏を祈って、良いところに生まれ変わりたいなどと願っておりません。また、畜生道に落ちて苦しむことになったとしても、仕方がないことです。思うに、牛も、馬も苦しいことばかりではなく、また、楽しい、嬉しいと思うことも見ているとあるようです。人も楽しいだけではなく、世を渡るありさまは、牛馬より慌ただしいものです。年の暮れだと言って、着物を染め、洗ったり、年貢を納めることを大事としているのに、納めるはずのものが来て嘆くのも、とても嫌なものです。もう目を閉じて、何も申しません。と言って、臨終を自ら告げて、亡くなったという。あの入城の丈助は、かごを担ぎ、荷物を担いで、牛馬に劣らず走り回って、なおせちがらいよう渡っている。嘆かわしい。仏を願って浄土に行くということは、難しいと思われる。命あるうちに、よく努めるべきは家業である。と、これらを見聞きした人は語り合って、子にも教えて聞かせた。あの入城の丈助が、こうしてこの世にとどまったのも、定めであった偽の縁を結ぶためであったのだろう。と、人々は皮肉を込めて語った。丈助のめとった女は、なんでこんな甲斐性のない男とまた結婚してしまったのか。落ちた方を拾って一人で暮らしていた頃が恋しい。また前の夫がもう一度よみがえってきてほしい。米に麦、身につけるものも
こんなに貧しくはなかっただろうに。と言って、人を見れば恨み、泣いていたということだ。なんとも不思議な世のありさまである。